こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日は、投資信託の基礎について説明します。これシリーズ5個目になるんですけども、株について基礎からやって、投資信託について学びますと。で、株について勉強すると、経済がわかるってことメリットありますね。で、また、元手が少なくても、できるので、比較的始めやすいです。不動産だとね、大金が必要なんですけども、で、あと比較的自分の中ではどの株が上がるか下がるかとかって判断しやすいんで稼ぎやすいかなと思ってます。で、自分は2005年から株式投資ずっとやってきてて、今まで通算2000万ぐらい稼いでるんで、比較的ですね、株についてはちょっと詳しい方かなと思ってます。で、今日は自分の知識を踏まえて、基礎ですね、投資信託って皆さんご存知ですかね。なんとなく知ってると思うんですけど、簡単に基礎から解説します。今日はそもそも投資信託って何っていうのと、ETF とリートですね。あと手数料に注意しないとどんないいものを買っても負けちゃうよっていうのがあるんで、投資信託の注意点ですね、いっぱいあるんですけども、気をつけなきゃいけないのはいっぱいあるので、そういうのを買わないようにってことですね。で、投資信託って、投資の信託なんですよね。何のこっちゃよくわかんないかもしれないですけども、信託って信じて託するみたいなイメージで、お金預けて投資してもらうみたいな、そういうイメージですね。で、投資家がいて、投資家がお金を出しますと。で、ファンドっていう、お金を運用してくれるとこですね。その、おっさんって言っちゃいけないな、おっさんに預けて、で、お金を投資してくれるんですよね。で、どこに投資するかっていうのは、投資信託の商品によって変わりますと。例えば日本株に投資する投資ファンドもあれば、外国株に投資したりとか、いろいろごちゃ混ぜにしたりとか、いろんなファンドがあって、結局お金を集めて、この投資ファンドですね、ファンドマネージャーが、何について投資するか。それを決めてくれて、この投資家さんたちは何も考えずに、お金預ければ勝手にいろんなものを投資してくれるっていうんで楽ですね。メリットとしては、100万円持ってたとしたら株ってそんなたくさんは買えないですよね。1株50万とかね、任天堂の株とか多分4、500万するんで、多分買えないですよ。ただそれでも、100万円とかでも、うまくみんなでお金を集めて分散してくれれば、任天堂の株とかいろんな、普段買えない株をミックスして、リスクを下げれて買える。そういう感じのメリットがあって、あと専門家がついてるんで安心ですよっていうようなメリットがあると。で、投資信託っていうのは、いいところが結構、あるっちゃありますね。で、いろんな種類あって、これはSBI 証券の中の、ランキングなんですけど、インデックスとかいろいろいっぱいありますと。で、どれを買うかっていうのは結構ありすぎて数千種類あるんで、逆に迷うかもしれないですね。でもちょっと気をつけて、これだけはやめとけっていうのはいくつかあるんで、ちょっと注意しますと。で、あと投資信託と、ETF とリートってあって、3種類あります。で、投資信託っていうのは、上場してなくって、このファンドが、1日1回この、基準価格を出して、いくらですよっていうのを毎日出して、その価格で翌日買うみたいな、そういうイメージですね。お金はリアルタイムに価格変動してるってよりも、1日1回これら持ってる、評価をして、その翌日買う、そういう感じになってます。なので、好きな時に売り買いできるっていうよりも、そのファンドで、解約して、その解約したお金を返ってくる、そういう感じですね。で、ETF って、上場している投資信託のことをETF って言ってるんですけども、それは、上場しているので、上場って、前回でかなりやったと思うんですけど、東証ですねとかそういったところに上場してるんで、どこでも買えますよと。上場してるんで、どの証券会社からも買えますと。で、投資信託はその扱ってる、その投資信託、買いたいと思ってる投資信託を扱ってる銀行だとか証券会社でしか買えないんですけども、ETF はどの証券会社からでも上場してるんで買えますよってメリットがあると。あと手数料はちょっと安いですね。あとはリートっていうのがあって、これは不動産投資信託のことをリートって言ったりしてるんで、この不動産だけに特化している場合はリートって言ったりしています。普通の投資信託とそのイメージ的にはそんな変わんないって印象を持ってますけども、なので投資信託と ETF とリートそんなに変わんないんですけども、手数料が安いので ETF、同じようなものがあれば ETF 買っといた方が、手数料負けしない確率はちょっと下がるかなと思ってます。投資信託にしかないような商品もあったりするんで、ちょっと数が少ないですね、少し。で、投資家が買うときに手数料に注意しないといけないです。で、どういうことかっていうと、
お金を、投資家が出すんですけど、どっから買うかっていうので、銀行が、最近銀行がね、投資信託売ったりとか、金利がね、ほとんど 0. 何パーとかであんまり借りてくんないっていうのがあって、投資信託売りつけたりするんですよね、銀行も。そこで手数料稼いだりしてるんで、結構割高ですと。あと証券会社とかも、人から電話、ね、証券会社から電話がかかってきて、投資信託買えませんかとか営業されたことあるかもしれないんですけども、その投資証券会社からも、手数料あります。あと、ネット証券会社ですね。からも買えるっていうことで、どっからでも買えるんですけども、投資信託は。その商品扱ってれば。で、一番多分ネット証券の方が安いですね。なので、買えるんだとしたらネット証券経由で、この投資信託買った方がいいですね。で、購入の時に、販売手数料っていう、購入手数料っていうか、その、販売する時の手数料と、さらに、信託報酬っていう、この、ファンドマネージャーが、そのファンドをこの運営する時の報酬っていうのも年間かかりますということで、なので買う時に何パーセントが取られて、年間さらに何パーセントが取れるっていうんで、そこかかるんでちょっと注意が必要ですと。で、このいくら手数料かかるかっていうのは、このおっちゃんがどれぐらい頑張ってるかによって変わってて、ものすごい複雑、この仕組みが複雑になればなるほどむちゃくちゃ手数料が上がっていって、日経平均みたいな、なんかそういう何も考えずにポンポン買えるようなものは手数料安いっていうのは、そういう感じになってます。で、投資信託大体主に3種類あって、一番有名なインデックスっていう、日経平均とかトピックスとかダウとか、そういうのに変動してますよっていうインデックス系と、アクティブっていう、なんかこう投資ファンドマネージャーが考えていろいろ検討してくれたようなやつですね。あとバランスって言って、この2つをいい感じに混ぜたやつとか、いろんな債券とかごちゃ混ぜにしたようなやつとか、3種類あるんですけども、アクティブは結構手数料高いんでそんなにおすすめはしないですね。インデックスとかの方がとかバランスとかの方がいいかなって気はしてます。でも手数料に注意ってことで、これ SBI 証券から見てあるんですけども、買い付け手数料とかで 3% かかる、3% 以上かかるやつとか、あと信託報酬でその 2% 以上かかるやつとか結構あったりするんで、意外と手数料高いんで気をつけてください。だいたい株の運用って、5% とかね、10% とかいけばいい方で、5% とか平均点は 5,6% ぐらいですよね。なので普通に運用して 5% とか 10% 毎年増やすっていうのは結構難しいんですけども、何もせずとも数%取られるっていう、そんなね、そうするとそれ以上にリターン出さないと儲かんないんで結構難しいですね。で、一番高いやつ適当に探してみたら、このなんか日光 GAM エマージングストラテジーファンドって書いてあって、なんか長ったらしく書いてあるんですけど、よく読んでもわからんですね。よくわかんないですけど、とにかくクソ高くて、購入時 4% 取られますと。 4.3% ですね。1億円未満 4.3%、 10億買えば 1% になるんですけども購入時 4.3% 取られて、しかも年間 2% 取られるんで、合わせると 6% なんですよね。1年持ってるだけでマイナス 6% になるんですよね、買ったら。それがね、5%、6% 稼ぐのは結構難しいって言われる中、持ってるだけで、買っただけで1年間で 6% 取られて、それ以降は毎年年間信託報酬が 2% とかなので、それ以降は 2.2% マイナスみたいな感じなので、よほどのことがない限り結構こういうの買ったらその年は儲からないと思った方がいいかもしれないですね。なので手数料もちっちゃく書いてあるんですけども、いくらぐらいっていうのを見ないといけないです。この前株の回転取引で注意っていうのがあったんですけども、動画でも紹介したんでさらっと言いますけども、証券会社が米国株買わせて手数料を取って、また今度買い替えで新興国買わせて手数料を取って、また今度米国の株買わせて手数料を取ってみたいな、そういうぐるぐるその売り買いさせまくって手数料を取るみたいなのあったんで、こっちのこういうのもね、売り買いどんどんしていくとどんどんものすごい購入するだけ 4% ずつ減っていくんで、それがね 4% ずつ減っていくっていうのはすごい勢いで減っていくんで気をつけた方がいいですね。こっちは株なんですけども、このおばあさんが4000万6500万円詐欺じゃないな、この営業マンの言う通り買ってたら6500万損手数料取られたよっていうのがあったんで、手数料はやっぱでかいですね、売り買い続けると。で、あと一方でインデックスさっき安いよっていうので、これ日経225インデックスファンドってやつなんですけども、これの購
購入手数料ゼロですね。で、信託報酬が 2.7% っていうんで、さっき買った年 6.5% って言ったんですけど、こっちは 2.7% しか年間かかんないんで、初年度。だからもう30倍ぐらい手数料違うんですよね。なので、インデックス買っといた方が、やっぱかなり、手数料の分だけいいかなっていうふうに思ってます。で、さらに ETF、こっちは投資信託なんですけども、ETF 見て同じように日経 225ETF って、これiShares Core ってやつで、1329って打てば多分出てくるんですけども、それの信託報酬は、普通に見ると、1.05% って書いてあるんで、日経平均の ETF は 0.1% ですね。で、投資信託だと 0.2% ぐらいで、さらに ETF の方が安いっていう感じなので、同じようなものあるんだとしたら、ちょっと、微々たるものかもしれないんですけれども、低い方買っといた方がまだいいのかなと思ってます。で、投資信託なんですけども、これSBI 証券とかで見てみると、普通に100円から買えるみたいなんで、積み立てでいろいろ買ったりとかできるんで、いろんな分散して投資したい場合は、投資信託から手軽にやってもいいのかなと思ってます。どの証券会社ってあるんですけども、SBI 使っときは、まずは僕は SBI しか使ってないんで、他はよく知らないんですけども、今のところ何ら問題ないですね。信用取引でバリバリデイトレードみたいにしたいとかって言ったらちゃんと選んだ方がいいですけども、大手使っとけば全然いいのかなと思ってます。口座もし開設したければ、詳細欄からリンク貼っとくんで、見てみてください。今日のデータもほぼSBI ですね。僕ずっと10年ぐらいですかね、ずっと SBI 使ってますね。何ら不満はないんですけども、SBI ばっか押すなってよくわかんないこと言ってた人がいるんですが何が違うんだかよくわからないですけど、全然問題ないですね。で、投資信託のまとめなんですけれども、基本的には投資家の代わりにファンドが運営してくれると。その代わり、メリットとしては少ない資金でいろんなものを分散してできるんで、そういった意味だと普通に、昨日やったみたいに、ウーム一点買いみたいなするとリスクはでかいですよね。ウームの株価に全て委ねるみたいなことになっちゃうんで、普通はああいうふうに一点買いせずに、こういう投資信託とかで平均分散してリスクを下げるっていうのが王道ですね。で、手数料に注意が必要なので、高いやつですね。特にさっきの新興国エマージングって新興国なんですけども、そういうのとか、さらに為替入れたりとかいろいろやってるとバンバカ手数料上がっていっちゃうんで、それだけで勝てる確率がどんどん下がっていっちゃうんで、手数料にはやっぱ注意が必要ですと。賢く使えば、結構安定的に運用できるのかなと思ってるんで、投資信託してみてください。明日はちょっと、具体的に、こういう投資信託がいいよみたいなのを、自分だったらこうするみたいなのを紹介しようかなと思ってますが、でも上がる株なんか誰も分かんないんで、それは毎回言ってますけども、僕だったらこうするかなぐらいの感じに受け取ってもらえればいいかなと思ってます。結局上がる株分かってりゃ誰でも儲けできるんで、投資信託でも米国株買っときゃいいよって言ってるのはたまたま結果として30年ぐらいずっと上がり続けてるっていうだけなので、それを見て結果論から言ってるだけなので、その先を読んでずっとそれが続くわけでもなくって、日本のバブル崩壊だって土地神話みたいなので、日本の土地は国土が狭いから上がり続けるに決まってるとか言ってたら崩壊してとんでもない目にあって破産しまくった人いっぱいいるんで、みんなが信じてるってことはいくつひっくり返ってもおかしくないっていうのもあるんで、これだけ買っときゃいいよみたいなのは絶対ないんですけども、そういったのを踏まえて、こういう運用はいいのかなみたいなのをちょっと紹介しようかなと思ってます。明日。はい。で、今まで株の基礎ってことで、株ってそもそも何とか、あと株どうやって買うのとか、値段どうやって決まるのとか、あとチャートの見方とかですね、スタンスどういうふうにレバレッジかけるかけないとか、あと自分が実際どうやって今年とか買いましたか、去年か買ったかみたいなのをやってるんで、よかったら再生リスト見てください。詳細欄貼っときます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この、チャンネルは、いかにお金を稼ぐかとか、仕事をうまくやるとか、副業で安定してビジネス稼ぐ、そういう動画を出してます。不動産投資ですね、がメインでやってて、株もやってますし、あとブログとかですね、YouTube 自体でも結構収益、普通のサラリーマンの、新卒のサラリーマンを超えるぐらいの収益はもう全然出てて、いろんなこと自分やってて、いろいろ成功してきてるんで、そういったノウハウですね、
元手がなくてもできるようなものから、ちょっと不動産投資はやっぱ元手がないとなかなか難しいんですが、そういったことを、どんどん紹介していけたらなと思ってます。はい。よかったらチャンネル登録してください。あと、コメント、質問受け付けてます。あと、Twitter やってますんで、よかったらフォローしてください。あと、LINE アットでプレゼント送ってるんで、よかったら登録してください。どうもありがとうございました。